この動画は、東方プロジェクトの二次創作です。皆さんこんにちは。毎度おなじみ、清く正しい、幻想郷の伝統分野、社名丸綾です。前回、コウマ館へ潜入取材を試みた際、伝説の怪物、モケイレムベンベと遭遇。このネタを記事にしたところ、ミステリーに飢えていた幻想郷の住人と、大きなお友達に好評を博し、ブンブン丸新聞は、大量の新規購読者の獲得に成功。そして、さらなる購読層の拡大と発掘のため、再びコウマ館へ取材に赴き、もう一度、モケイレムベンベこと、レミリア・スカーレットに第三種遭遇接近を敢行し、さらに、未だ謎に包まれている部分の多い、コウマ館の住人にもスポットを当てていきたいと思います。題して、モケイレムベンベ再び、怪物の住む館とその住人たちに迫る。果たして、悪魔の住む館で特派員は何を見るのか。それでは早速参りましょう。レッツビギンでございます。コウマ館に到着しました。そして、後ろでたくましい念入りっぷりを見せているのが、コウマ館の門番。本命林です。普段はこのようにおとなしいのですが、自慢の憲法が少しでも非難されると、貴様は、中国武術を舐めた、などと言いながら襲いかかってくる、凶暴な一面も持っています。しかしこの熟睡っぷり、まるで起きる気配がありません。門番としては機能していないようです。この仕事のサボタージュ具合は、サボマイスタに通じるものがあるかもしれません。これ以上の進展はなさそうなので、記事は適当にカットして、写真を1枚撮って次へ。おお。ネルコは育つ。どうやらこの慣用句もあながち間違いではなさそうです。コウマ館内へ潜入しました。内部は不穏な空気に包まれております。ここから先は、我々のテリトリー外、アウェイでの試合となります。そして、今熱烈に歓迎してくださっているのが、コウマ館のメイド長、いざよい咲夜です。まったく、メイリンったらまた寝てるのね。それはもう、本メイリンっていうくらいの念入りっぷりでしたよ。はぁ、まだまだやらなきゃいけないことはたくさんあるのに、どうしてこう面倒ことが増えるのかしら。いつも忙しそうですね。たまには休んだ方がいいですよ。じゃないと、育ちませんからね。何の話？いや、お気になさらずに。とにかく、このままおとなしく帰るならよし。どうしても通るというのなら、明日の食卓に並ぶことになるわよ。おお、幻想郷一瞬足の天狗にそれで的当てですか？甘く見られたものですね。いいでしょう、幻想郷の伝統分野のやり方。存分に見せてあげます。さあ、手加減してあげるから本気でかかってきなさい。どうですこれ？綺麗に撮れてるでしょう？スカーレットデビルなんだぜ。これ、前回訪れた時、模型でごっこのついでに撮らせてもらったんですよ。どうでしょう？黙ってここを通していただけるのなら、お譲りしてもいいのですが。見くびられたものね。この私を買収するつもり？いかにも三流新聞記者の考えそうなことだわ。そんな写真の、1枚や2枚ではどうにも。では3枚ならどうでしょう。ようこそコウマ館へ。どうもお勤めご苦労様です。そうそう。咲夜さん。こっち向いてベイビー。え？どんどん行きましょう。この先の地下にあるのがコウマ館名物、大図書館です。その中には、動かない大図書館の2つ名で呼ばれる。誰か倒れています。あの見覚えのある金髪白黒は、普通の泥棒、霧雨マリサではないでしょうか。他人の家の廊下で寝るとは、最近の若者のモラル低下も由々しき問題ですね。そんなところで寝てると風邪ひきますよ。あやや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 。人を見るなり、いきなり泥棒呼ばわりとは、随分なご挨拶なんだぜ。泥棒っていうのは間違ってはいないと思うんですけどね。それに、そっちもいきなり人の足をすくうなんて、随分なご挨拶ですよ。じゃあ、これでおあいこってことだ。まあ、いいでしょう。ところで、なぜこんなところで倒れていたのですか？話せば長くなるんだが。パチュリに追い出された。シンプルすぎる回答、ありがとうございます。それで、なぜ追い出されたのですか？いつも通りに本を借りていこうとして。そういえば今日は、珍しくパチュリーがよく話しかけてきたかな。紅茶を入れたから一緒に飲まない？とか、コウマ館へ泊まりに来れば、本も読み放題よ。とか、あんまり興味なかったんで適当に相槌してたら、いきなり怒り出して追い出されて、さっきに至るってわけだぜ。いやー、女心ってのはよくわからんぜ。いや、あなたも女でしょうに。しかし、なんというか、鈍いですね私は霊夢よりかは早いぜ。これはひどい。でも、この関係は記事にすると面白いかもしれません。ネタの一つに加えておきましょう。ネタが見つかったのか。それはよかったな。しかしどうにも参ったぜ。
今同士を見つけたんだが、取ってくる前に追い出されちまったぜ。多分パチュリーはまだ怒ってるだろうしな。それなら、彼女の気を鎮められる、いいものがあります。竹林の蓬莱人の医者が作った飴。この奇跡の飴を舐めてみてください。飴玉か。糖分は乙女の燃料だぜ。けど、飴を舐めたらパチュリーの機嫌が治るのか？眉唾だぜ。まあ、せっかくだから、私はこの赤の飴を舐めるぜ。それでは私は先に大図書館へ行きますので、飴を舐め終えたら来てください。甘い、甘いぜ。大図書館に潜入しました。大量の本が所狭しと並べられております。地震が起こったらさぞかし大変そうですね。里の人間の間では、ここの本が妖怪化して襲ってくるという噂が流れていて、襲われた人間はみんな、64ページ、5の倍数、という言葉を残しているそうです。この噂についてもいずれ調査してみたいと思います。そして、ここの主が、ふっくらビクトリア朝パジャマ、パチュリーのオレッジです。まったくマリサったら、私の気も知らないで。よう、パチュリー、また来たぜ。何よ、また吹き飛ばされに来たのかしら。マリ、さ。一体、どうしたのその体。いやー、天狗から飴をもらったんだが、それを食べたら体が縮んじまったぜ。不思議な飴もあるもんだな。そんなものがあったなんて。大丈夫？痛いとこない？ああ、小さくなった以外はなんともなさそうだぜ。それとパチュリー、さっきはなんか怒らせるようなことしちまったみたいだな。悪かった。もういいのよ。謝らなきゃいけないのは私の方。あんな遠回りなやり方じゃ思いは伝わらないと知ったわ。すべてを包み隠さず言うべきだったのよ。そう、すべてをさらけ出して。だから、マリちゃん、お姉ちゃんと一緒にお風呂に入りましょ。いや、いくら体が縮んだからといって、一人で入れなくなったわけじゃ。だいたい風呂なんて自分の家で。パチュリー、お前何か変だぞ。変なのはマリサの方でしょ？こんなに可愛く縮んじゃって。大丈夫よ。もし元に戻らなくなっても、私がずっとそばにいてあげそこまでよ。同じ魔法使いならば惹かれ合うのは必然。しかしそこに愛がなければそれはエゴに過ぎん。己の欲望しか満たそうとせぬ者に素晴らしい未来は訪れぬ。真にマリサを愛そうとする心。人それを情愛という。何者だ？貴様に名乗る名はない。アリスじゃないか。いつも通りマリサの後をつけ回しててよかったわ。さあマリサ、こっちへ。アリス、助かったぜ。パチュリーがなんかおかしいんだぜ。よしよし。もう大丈夫よ。私があの魔女をやっつけてあげるわ。だから、マリちゃん、お姉ちゃんの家でお人形ごっこしましょ。は？アリス。まさかお前まで。狙い通りパチュリーさんの気を鎮めることに成功しましたが、どうも刺激が強すぎたようです。失敗。それにしても白黒が小さくなっただけでこのありさま。可愛いは正義であり、罪でもあるのでしょうか。面白そうなので、今度も水や旗手にもそれとなく飴を食べさせてみましょう。あら、天狗さん。取材ですか？あ、どうも小悪魔さん。あなたも一枚よろしいですか？いいですよ。実は私、今よりももっと注目されて、VIP になりたいと常に思っているんです。ほう、意外と野心家ですね。だって、悔しいじゃないですか。同じ出番のない七種の中ボスとして仲良くやってきたのに、あの子ってばちゃっかり妖精大戦争に出ちゃって、マラソン大会の時一緒にゴールしようねって言われた後ゴール手前でもうダッシュされるような感覚ですよ。そりゃあ設定的に高魔教以外には出しづらいでしょうけどそれなら文化庁があるでしょう。待ってたんですよ。文化庁やダブルスポイラーの時だってずっと待ってたんですよ。それなのにあなたと紫の方と来たら華麗にスルーしていきやがって。メタな発言はおやめください。そういうことでしたら、記事であなたを VIP な妖怪として取り上げましょう。マジで？お任せください。やったー。行ってみるものですね。それでは小悪魔さん、VIP なポーズをお願いします。聞くがいい。我が名は小悪魔。幻想郷で最も強大な力を持つ者。私が睨めば人間は石になり、あらゆる妖怪は小指だけで消し飛ぶであろう。そう。私こそがナンバーワンでありオンリーワンなのだ。まず手始めに私が主人公のゲーム、東方小悪魔教をリリースして高魔感を制すは別にいいです。その後、東方悪役無で悪欲労をこの取材もいよいよ大詰め。残るはスカーレット姉妹だけとなりました。そして今、妹であるフランドールスカーレットを探しているのですが、なかなかその姿を見つけることができません。公務員編以降、屋敷をうろついているらしいのですが。妹さんを発見しましたが、反射的に首をひねってしまいました。大丈夫ですか？フランの不意打ちを破ったのはあなたが初めてよ。乾杯だわ。すいません。いきなり飛び込んでくるものですから。この間来た紅白や白黒みたいに、外にはたくさん強い人がおるのね。決めた。フラン、
天狗のお姉ちゃんについていく。なぜそうなるんですか？それこそ私より紅白や白黒についてった方がいいんじゃないですか？あの二人は異変が起こらないと動かないし。それならいつもいろんなところへ行ってる新聞記者の方が面白そうじゃない？私はたくさんお屋敷の外の世界を見てみたいの。それに天狗のお姉ちゃんは、クランの初めてを破った人だもの。誤解を招く言い方はおやめください。しかし、見た目は幼くても守うことなき吸血鬼。この力を利用することができれば、今後の取材の役に立つかもしれません。わかりました。特別に助手として同行を許可しましょう。やったー。これで私も新聞記者ね。助手に妙な噂がつくといけないので記事にはできません。この埋め合わせはレミリアさんにしてもらうとしましょう。お姉様に用があるの？でもあいつ今日は。さあ、急ぎましょう。ネタは一刻を争いますよ。お姉ちゃん、待ってー。レミリア・スカーレットの部屋に到着しました。今回の取材のメインターゲットです。今後のブンブン丸新聞の人気は、彼女の模型で具合にかかっていると言っても過言ではありません。では早速参りましょう。輝かしい私の新聞の未来のために。お姉ちゃん、だからあいつ今日は。今晩は寝ている無弁で。あやややや？まさか。寝てるというのですか？妙ですね。事前の調査だとこの時間はまだ起きているはずなんですが。だからさっきから言ってるのに。多分今日は起きないと思うよ。昨日から一日中紅白のところで宴会やってて、相当お酒飲んで帰ってきたばかりだから。こうなるとお姉様、20時間くらい寝ちゃうの。それは困りました。普段ならミコの動向をチェックしていたのですが、今回の取材に気を取られて宴会を見過ごしていました。はぁ、私のミスです。お姉ちゃん、気を落とさないで。起きるかわからないけど、フランがお姉様を起こしてみる。お姉様。お姉様起きて。起きろっつってんだよ。普段はわがまま放題なレミリアさんですが、寝ている時はこうも可愛らしいものですか？フランさん、そのまま寝かせといてあげましょう。でもお姉ちゃん、こいつに用があったんでしょ？本来の目的を果たせなかったのは残念ですが、それよりいいものを見れましたからね。今回はそれでよしとしましょう。わかった。お姉ちゃんがそれでいいなら。模型で特集はまた次の機会にしましょう。以下事項で期待を煽るのも新聞記者の仕事です。それに、昔からこういう言葉もありますから。寝る子は育つってね。ねえリン。おはようございます妹様。ちょっと天狗のお姉ちゃんのところに遊びに行ってくるね。こんな夜明け前にお出かけですか？気をつけていってらっしゃいませ。そういうわけで、ちょっとお借りしていきますね。妹様が外出とか、明日は嵐かな。まあいいや、お腹減ったし、朝ごはんを食べよう。うわぁ、どうしたんですか昨夜さん。床が血まみれに、鼻血が、すごい鼻血が、スカーレットメイドになってますよ。さあ、これからが忙しくなりますよ。早速今回の出来事を記事にしなければ。新聞を作るのね。でももう朝だから、フランは寝ちゃうわ。人の家に来てまずすることが眠ることですか？遠慮を知らないあたり。やはりあの姉の妹ですね。だってしょうがないじゃない。吸血鬼は朝に眠るものなんだから。それに、寝る子は育つんでしょ？自分で言った手前、それを言われると何も言えません。そうですね。私も少々疲れましたから、一眠りしてから記事をカットしましょう。お姉ちゃんも寝るの？ということは、二人で一つのベッドで、忘れられない朝になるのね。誤解を招く言い方はおやめください。こんなことを旗手に聞かれたら、絶対記事にされるに決まってるわ。フランさんは諸刃の剣でしたか。それよりお姉ちゃん、太陽が昇ってきたわ。フラン焦げちゃう。それはいけません。妖怪の山まではまだ距離があります。急いで帰るとしましょう。お姉ちゃん、待ってー。その後、発刊されたコウマ館特集号は、人間、妖怪問わず大好評を博しましたが、コウマ館の住人からの評価は概ね不評です。一体何がいけなかったのでしょうか。信頼回復のため、また特集をする必要がありそうですね。